皆さん、こんにちは。今回はリクエストでいただいた恐竜の絵を描こうと思います。短時間でざっと描いているので、だいぶ雑になっていますが、参考になれば幸いです。いるものはこちらです。水入れ、筆、大きいものと小さいもの、布巾、パレット、ケント紙、こちらは画用紙で大丈夫です。アクリルガッシュ、私はペンテルの発色セットを使いました。今回は、私はすぐに乾いてくれるアクリルをセレクトしました。それでは背景から塗っていきます。今回、イメージとしては、暗い森からぬっと現れた感じの恐竜を描きたかったので、背景は暗い色にしました。黒と青を混ぜたものをどんどん塗っていきます。次に、恐竜のシルエットを決めていきます。なんとなく赤茶色のイメージなので、赤色でシルエットを塗ります。昔撮った恐竜の写真があったので、それを参考にしながら形をとっています。肉食恐竜っぽい恐竜なのですが、何の恐竜かはちょっとわかりません。そのうち恐竜博物館などで似た恐竜を見つけられるといいなと思います。恐竜に詳しい子に聞いたら、アロサウルスっぽいと言われました。ここで一旦乾燥させますが、アクリル絵の具なので数分で進めます。次はバーントシェーナとパーマネントイエローディープを出します。バーントシェーナの方で少し暗い部分の形をとっていきます。後で色を重ねていくので大体で大丈夫です。アクリル絵の具はこうして塗ってる間にもすぐに乾いてくれるのでとても便利ですね。鱗のような部分もなんとなく位置を決めておきます。この恐竜は後ろ足の鱗がとても頑丈そうな種類の恐竜でした。次にパーマネントイエローディープを使います。パーマネントイエローディープは少し明るい部分の形を決めるために使います。描いている恐竜には角みたいな尖ったものが4本ついていますので、まずここから塗ります。頭のてっぺんから鼻筋にかけても少し明るめの色になります。他にも何か硬いものが顔に複数ある恐竜ですね。とてもボコボコしています。恐竜は初めて描いたのですが、びっくりするぐらい難しいですね。一度でうまく描ける気が全くしませんが、できる限り頑張ります。そしたら今度はコバルトブルーを使っていきます。先ほどバーントシェンナで決めた暗めの場所よりもう一段階暗い場所を決めていきます。顔のくぼみなんかはだいぶ暗いですね。あと鼻の穴や唇と言っていいのかわかりませんが、その下なんかも暗いですよね。あと口の中のほっぺたあたりに膜みたいなのがあります。ここも暗いです。顔の凹凸の隙間も暗いです。この隙間を青い色で細かく塗っていくと、この顔のボコボコ感がうまく伝わるようになると思います。反対側のほっぺの膜も塗って、あと足ですね。暗い部分を意識して青色で塗っていきます。ちょっと私は足を塗りすぎましたね。今は体の部分を頑張って塗っています。体の部分も、鱗の隙間などに黒い影がありますので、気がついたところにはどんどんブルーを塗っていきましょう。足の部分にも細かい鱗が多いですね。恐竜はとにかく描くのが難しい生き物なので、もうこの姿を描くのも研究だと思って進めていくのがいいような気がします。今私はコバルトブルーを塗り終わった後の段階で、パーマネントイエローディープをまた上からちょっと塗ったり手直ししていますね。
では、この辺の手直しが終わったら、今度は一番明るいところを白で塗っていきます。まずは目と歯。本来は白ではないと思いますが、わかりやすいように今回は白で塗ります。歯を描いていくと一気に、肉食恐竜っぽくなりますね。ベロも一部光ってます。他にはハイライトっぽく一番キラッとする部分に白を置いていきます。体がゴツゴツしていて、石がたくさんついているようにも見える皮膚を表現したいので、細かく白を置いています。角のようなところにも塗ります。ここでまたやりすぎた感を感じてしまいましたが、気にしていると先に進めないので、どんどん描いていきます。白を入れすぎるとこういう風になるなっていうのを分かっていただければ、それはそれで参考になるかと思いますので、自分の絵に、こういった感じで白を入れたいか、それか、やめておこうかなって思うのも、自分で決めていただければと思います。もうこれで最後の工程ですね。最初に作った背景の色を作り、面に入れていきます。パーマネント色ディープで手直ししたりもしてますね。他にも色を塗りすぎたところや背景に溶け込ませたいところにこの色を置いていきます。途中途中でハイライトの入れ直しなんかもしてますね。皆さんも気になるところはこういった最後に直してくださいね。鼻の奥の方も今塗ってますね。口の中がとても暗いはずなので、そちらにも塗っていきます。他にも気になるところがあれば、どんどん直していってください。これで完成となります。難しかったけどとっても楽しかったですよ。最後までご覧いただき、ありがとうございました。チャンネル登録、どうぞよろしくお願いいたします。